大歓声、そして拍手、ファンファーレ、時あってすみれ色の空へと消えていきます。小曽根さん、途中になってごめんなさい、フェノメノいかがですか？そうですね、今、大丈夫ですけれども、絆が少しラッチを蹴ったんで、それが心配だったんですが、大丈夫です、軽いと思います。はい、今、続々と偶数馬も入りましたね、アドバイフライトも大きく見せています、ゴールドシップも今から入ります。はい、そして絆もゲートインです。近年、一筋縄ではいかないこの春の天皇賞、今年は4強が力を出し切って、浄土の魔物を退治するんでしょうか。連覇か、悲願か、どうですか？ゴールドシップがもう立ってます。これはどうか、スタートに影響するか。さあ行こう、春の天皇賞スタート注目です。飛び出しました。出遅れた。地鳴りのような歓声、どよめき。いや、これはむしろ悲鳴が上がりました。ゴールドシップ、なんとしんがりです。レース序盤からいきなり不穏な空気が立ち込めました。さあまずは何がいくか。内からやっぱり行きました3番のサトノノブレス、これが言っていますが、フェノーメノがインコース、そしてウィンバリアション、この2頭は同じような位置取りです。そして絆がゴールドシップよりも一歩手前にいます。ゴールドシップの一歩手前、このオレンジの帽子が絆です。ですから中段からフェノーメノ、それからウィンバリアション、後方からゴールドシップと絆、こういう体勢になりまして、1周目の坂の下りにかかってきました。サトノノブレスが引っ張ります。2番手4番のサイレントメロディー、その後ろからアドマイヤフライト、あるいはヒットザターゲット、その後ろからアスカクリちゃんです。さらにはレッドカドーンがいて、フェノーメノ中段で揺れています。その後ろですがデスペラード今日は行きませんでした。そして北高ブレーブがいて、一番外からジャガーメール、ラストインパクト、デスペラードがいて、ウィンバリアションは後方、ウィンバリアションはいつの間にか後方に下がってスタートしてから 1000m、 1分1秒から2秒、1分1秒から2秒、平均ペースで流れています。アドマイヤラクティの後ろに外の方からフェイムゲーム、その内側にウィンバリアシオン、そして人気どころはまだいない。後方から2頭目に絆、そしてしんがり追走からなんとゴールドシップ、人気どころは後方追走です。さあ前が止まらないこの最近の京都の馬場で、この人気の2頭絆、ゴールドシップがいつ動くのか。レースの序盤からレースが動いています。さあこれから常盤緑の向こう流しに入っていきますが、ここで淡々としたペースになりました。先頭は3番のサトノノブレス、2番手にアスカクリちゃんが続いて、3番手ヒットザターゲット、その後ろ1馬身半後方はラストインパクト、4番のサイレントメロディーが追走して、さらには2番のアドマイヤフライト、少し差がつきました。内から連覇をかけるフェノーメノ、この位置にいました青い帽子、さらにはレッドカドーです。その後ろはデスペラード、インコースから北高ブレーブ、その後ろからジャガーメールがいて、外目をついては黄色い帽子のフェイムゲーム、インコースからアドマイヤラクティ、谷のエポレット、さあそして悲願の G1 ドリエ、ウィンバリアシオン、今日はおそらくオルフェーブルも声援を送っているんではないでしょうか。そしてまだ後方にいた、ここにいました。一番外が日本ダービーは絆、その内側から復権をかけるゴールドシップ、最高峰からオーシャンブルーという体勢です。さあ早くも坂の頂上、2周目の坂の頂上、絆はいつ動く、ゴールドシップはいつ動く、まだ動かないか、まだ先頭とは10馬身ぐらいの差がある。第4コーナーの坂の下り、から第4コーナーに行く。先頭はアスカクリちゃん、そして絆は外に出した。その一歩手前にウィンバリアシオンだ。ウィンバリアシオンと絆は外に行った。一方のフェノーメノは内にいる。そして一番外から白い馬体が戻ってくるゴールドシップ。さあ第4コーナーを迎えている。直線を向いた。先頭はサトノノブレス、ラストインパクト、外から絆が飛んでくるか。さらにその内側からウィンバリアシオンだ。間をついてアドマイヤフライト、そしてフェノーメノ。先頭はしかしサトノノブレス止まらない。ラストインパクト、フェノーメノが追い込んでくる。一緒にウィンバリエーション、そして絆、ゴールドシップ、やっぱり4強の争いか。しかし内の方からフェノーメノ、ウィンバリエーション、おっとブレーブも追い込んできた。フェノーメノだ、フェノーメノ、連覇達成、フェノーメノ、史上3頭目の連覇達成、フェノーメノ。そして2番手争いがなんと北高ブレーブ、そしてゴールドシップ。絆敗れました。絆最後外から伸びてはきているんですが敗れました。ゴールドシップも前を捉えることができませんでした。勝ったのは4強の一角、史上3頭目の連覇。